全国3000万の20ファンの皆さん、こんにちは。オーノマン TV のオーノマンです。今私はここ札幌市内にある札幌ファクトリーという工場に来ています。なぜ私が今日ここに来たのかと申しますと、実は今日この後午後5時からここにあるシネコンにて、千葉の ZOZO マリンスタジアムで行われる20のコンサートのパブリックビューイングを見に私はここにやってきました。私は今月の9月23とここ札幌の北海北エルにて、北海道はでっかい道みたいなシャレみたいな名前の北海北エルにて、20のコンサートを 2days 見ました。1日目はアリーナの1列目、そして2日目はアリーナの2列目という神座席、神のような座席でコンサートを見ることができましたが、実際私がメンバーの姿というのはコンサートの半分はメンバーの後ろ姿しか見れないという、実は悲しい座席でした。しかも後ろ姿上に逆光というちょっと悲しい座席でありました。というのが心の奥底にずっと引っかかっていて、そして私20の本当の最終公演となった千葉の ZOZO マリンスタジアムの公演を、パブリックビューイングではありますが、前のメンバーの正面の姿でコンサートを最初から最後まで見たいという気持ちが発生し、見ることにしました。お値段4500円という、無職になった私にとっては結構な金額となってます。本当にいい商売です。3000円ぐらいだったら迷わず見るんですけども、ちょっと4500円、無職になってからの4500円はちょっと結構引っかかるものがありましたが、来年の20のコンサート行われるかどうか分かりませんし、私自体来年生きているかどうかも分かりません。なので今を生きるということをメインテーマとしている、メインテーマとしているこの YouTube 動画なので、見ることにしました。あと30分ぐらいで開演となります。ただですね、さっき私そのチケット売り場を見て、看板のその上映時間等を見てきたんですよ。そしたらありました。20のスタジアムツアー、20のスタジアムパブリックビューイング、そして気になったのがその下に小さく書かれていた上映時間。大体の映画でしたら、一般的な映画でしたら120分とか、ちょっと長くて150分というくらいだと思います。ところが今日この後行われる20のパブリックビューイングの上映時間はなんと425分となってました。それを見た瞬間、425分ということは時間に換算したら4時間15分、マジですか。これが本当に昨日 ZOZO スタジアム1日目やったんですけども、その公演時間が何時間か私知らないんですけども、今日本当にその425分もやるんでしょうか。てっきり私は今日やる内容というのはこれまでやってきたアリーナ公演の似たようなもののスタジアムバージョンという、ちょっとあまりそれほど大きな期待はしてないで、メンバーの正面の姿を見れればいいや的な発想で来たんですけども、本当にその公演時間が425分だったら大変なことになります。いや、参りましたね。私はもちろん今日も水分コントロールをしてきました。私は頻尿のトイレのおしっこの近いハルンケア人間なので、昨日の夜からもう水もほとんど飲まず、多分昨日の夜から水に水分にしたら 200ml ぐらいしか飲んでません。今日の北海道札幌結構ムシムシしてて、ちょっと水分が欲したい、
状況ではありますが、そんな425分と聞いたらますます水が取れないくなります。やばいっすね。これ本当にやったら、昨日の、公演見た方はもしかしたらリマ、私の一押しのリマの体調がなんか悪かったんでしょうか。途中から出てきたのか途中出なかったのか、なんかそんな感じの X とかなんか見てたら、なんかそんな雰囲気が匂ってきました。プンプンと。もしかしたらメンバーもそんな4時間のZOZOマリンスタジアムというこのオープンディエアの、しかも千葉は今日も30度超え、その中でやってたら熱中症でもしかしたらリマの倒れた、具合が悪くなったのかもしれないですね。昨日の夜9時10時ぐらいに行われた YouTube での生ライブ配信見てたら、今一言も喋らなかったんですよ。なんかすごい元気がない。私はそのことをその時は知らなかったんで、なんか眠そうだなという感じで見てたんですけども、もしかしたら具合が悪くなってなんとかその YouTube ライブに出てたのかな。けどみんなは喋ってるけど今だけ本当に一言も喋ってないというのが気がかりになって、今日見てみたらなんかリマが途中から出てきたみたいな感じの X のツイートがあったんで、もしかしたらそうだったのかなと思ってしまいました。確かにですね、その千葉の30度超えの気温で、今日もその会場付近で9時を朝の9時からオープンしているという異常事態。そんなとこで、しかも X のツイート見たら、私は3時間並んだけど買ったものを忘れてきちゃいましたみたいなツイートがあったんで、そんな30度超えの環境で3時間グッズを買うのに並んで、9時をやるのに並んで、9時をやるのに9時から並んで、そして熱中症の30度超えの天気の猛暑の下にいたら具合悪くなっちゃいますよね。やばいですよね。と思いました。とりあえず私はこの後開演前にスキリに入る前に、おしっこをもう膀胱の中から全て絞り出して、そしてその425分に臨みたいなと思っております。で、私このパブリックビューイングライブビューイングは初めてなので、どういう風な感じでそれを見たらいいのか分かりません。声出ししていいのか、それとも普通の映画を見るみたいにじーっとポップコーン食べてジュースを飲みながら見たらいいのか分かりませんが、どうなんでしょうね。私としてはやっぱりこういうちょっとやばい格好してるんで、リママゴーとかマヤかアヤがマヤかとか声援を出したいんですけども、そこはちょっと周りの状況を見て、みんながシーンとちょこんと座って見てるんであれば、私もそうしますし、多少なり手拍子拍手声援とかやるんであれば、私もマヤかとかマゴーとかリマとか声援をやりたいなと思っております。ということで、あと開始25分、普通の映画だったら10分前に開場するんで、もう少しそろそろ劇場の方に向かいたいなと思います。それでは皆さん、ファイティン。ということで今ですね、20のライブビューイングコンサートが終了いたしました。今現在の時刻は夜8時40分を過ぎたところでございます。今日は夕方の5時から始まったので、だいたい3時間半の所要時間となりました。私が今月の頭に北海北エルで見たコンサートは確か3時間弱だったので、さすがに今年のコンサートの本当の最終公演ということもあって3時間30分という時間となりました。私が先ほどの動画で見て4時間公演なんじゃないかという心配もしてましたが、さすがにそれはありませんでした。あったらあったでどうしようかなと、おしっこしたくなったらどうしようかなとも悩んでたんですけども、今回の公演は本日は3時間30分となりました。今日のコンサートをですね、一言で申し上げると20最高、
そして WiiU も最高、そしてライブビューイングというシステムはいまいちですねでした。公演のコンサートの内容、曲目自体は前回私が見た内容と変化はないかな。ただメンバーがMC で話してたように、今回のコンサートは楽曲を20バンドで使ったアレンジした曲となってたんで、そこが前回の見たコンサートのアリーナツアーとは違う点かなと思われます。あとはニズですね、このキャラクターのニズ、ニズの着ぐるみと言っちゃいけませんね。ニズたちもステージに登場してました。動画に、よってはスタジアムの外で、ニズたちが歩くという動画も公開されてますけども、実際にステージに出て、20のメンバーと一緒に、ステージに花を飾るという演出もありました。あとは韓国からの韓国ガールズダンサーズも来てました。ただですね、序盤の最初の登場シーン、前回のアリーナツアー20のメンバーの衣装はピンクだったんですよ。ピンクで、韓国ガールズダンサーズは白だったんで、ピンクと白で区別がすぐについたんですけど、今回はアリーナツアーというスタジアムツアーということで、20の序盤の衣装もピンクから白系というか淡いブルーに変更したんですよ。そうするとパッと見で見ると20なのか韓国ガールズダンサーなのかがちょっとそこの区別がつかない。そこはちょっとね、色の選択がちょっとミスしたんじゃないかなという感じはありました。でもよかった。で、今回は私人生初めてのライブビューイングというシステムだったんですけども、盛り上がるのかどうかという点では盛り上がりませんでした。はい。ライブなのか録画なのかぶっちゃけ見てたら分かんないです。あと実際その盛り上がる歓声とかもその地域性もよると思います。ノリのいい人たちの地域だったら多分イエーイとか大きな歓声が出ると思うんですけど、結構札幌は恥ずかしがり屋さんが多い。私以外、恥ずかしがり屋さんが多かったんで、ちょっとの感想がキャーだし、拍手もパチパチパチって、私は結構拍手してたんですけど、口笛はしませんでした。本当はピーってアイクノアラのようにピーってしたかったんですけど、口笛はしないで歓声も出さずに、もしこれがその友達とかって言ったらイエーイってやったんですけど、今日は私、残念ながら一人で行ったんでおとなしく手を叩いてました。このライブビューイングというシステム自体はいいと思うんですけど、本当に時間ピタから始まるんですよ。17時公演だったんで17時5分かな。できれば開演前のそのスタジアムの雰囲気も流してたらこっちも盛り上がるのに、いきなり始まる、画面にライブビューイングもうしばらくしたら始まりますみたいな、何も面白みのない、本当に通常の映画館と同じ、ただスクリーン見て、いつもの映画の冒頭に出る、キャメラの録画撮影したら1000万円というあれは流れなかったんですけど、間もなくライブビューイング始まりますで、つまらない、画面からいきなりスタジアムに切り替わって始まるという形式だったんで、そこはちょっと残念かな。ライブビューイングで盛り上げ方、声を出しましょう、手拍子しましょう、歓声しましょう、口笛を吹きましょうとか、そういう文字が出てたら、なるほど、こういう風にすればいいんだなと、ライブビューイング初心者の人たちも分かりやすいかなと思うんですけど、それもなく、本当に映画を見に来たのか生の状況なのか分からない、YouTube でも分かんなくねみたいな、それがちょっとそのライブビューイングシステムとしての改善点、ポイントでしょうかね。ここも20と関係ないライブビューイングシステムの会社の問題だと思うんですけども、あとは
音量ですね。音量もうちょっとこう爆音、結構実際そのコンサート会場行ったら結構音量大きいじゃないですか。けどライブビューイングでのシアターで見たらちょっと音量が低いかなと。もうちょっと音量があれば歓声を出してやろうとあったんですけども、ちょっと音量が私にしたら低いと思う。ちっちゃいと思います。なので声を出しにくい環境にあったというのもありますが、そこでもうちょっと音量があればね、声を出し、声キャーとかワーとかマコーとかあやかーとかリバーとか叫べたんですけども、で今日はメンバー9人全員出てました。昨日の X、Twitter とかの見てたら、なんかリマが途中からいなくなったとか途中から出てきたとかというツイートがあったんですけども、今日に関してはもう最初から最後まで全て9人フルメンバーで頑張ってました。一言言えるのはもう9人ともモンスターですね。もう体力お化け、本当にね、3時間あんなにで、20の場合はちゃんと歌ってますから、口パクじゃなくちゃんと歌って踊って、そしてステージの端から端まで走ってる、歩いてる、本当ね体力お化け。そしてニナは声量お化けですね。そんなお化けの集まったグループ、それが20です。で今回私ちょっと一つ心を奪われたのがミーヒ。序盤のミーヒはちょっと私やられました。心が。序盤のミーヒはですね、髪を縛らないでふわーっとした髪型のミーヒで、当然、ライブビューイングだったんで、カメラがバスンと来るわけじゃないですか。そしたらね、そのミーヒのスクリーンに映った顔が可愛いの。可愛いリナより可愛いの。本当今回、ミーヒは毎回可愛いなとは思ってたんですけど、今日のミーヒはやばかった。そして脇が綺麗だった。脇が綺麗なのはメンバーみんな脇が綺麗です。しかも今日の千葉、ちょうどマリンスタジアムの千葉、今日は最高気温30度。多分ライブコンサートが始まる時も20、30度ぐらいあったんじゃないでしょうか。でも汗かかずにあれだけ歌って踊って走って歌える20のメンバー、本当すごいですわ。あんだけ歌って踊って走ってるのに髪サラサラ。私だったらもう汗と油でもう髪ベトベト、ギトギトになるんだけど、なるはずです。けど20のメンバーも最初から最後まで髪サラサラのキューティクル、ほんとね、お化けですわ。いやーよかった。とにもかくにもよかった。20最高、20最高、ライブビューイングはいまいちという一日でした。とりあえずこれで、今年のオーノマンの夏のイベントは終了しました。先日無職になった私、この後は次なるミッションとしては仕事を探すということでございますね。いやー20本当にありがとう。20に出てオーノマン良かったです。とりあえず北入での席の失敗、コンサートの半分はメンバーの後ろ姿だったという残念な席、今日で解消されました。ただライブビューイングについて一つ提案させていただくと、基本スクリーンに映し出されるのは歌ってる人です。で歌ってない人は当然映らない、スクリーンに。なのでそこのところを何とかしてほしいかな。で基本その歌ってる20ってそのパートがあるから、場面スクリーンがコロコロ変わるんですよ。スクリーンがコロコロ変わって、じゃあ歌ってない他のメンバーは今何してるのっていう姿が少ないというのが今回のこのライブビューイングでの感想ですね。で20ってそのステージ上でそのフォーメーションというか振り付け、9人集まった振り付けというのもあるじゃないですか。でそこの引きの絵もそのテレビ番組の
ミュージックステーションだったらあるわけですから、個人の抜きから全体の9人の集合でのダンス、そこがもうちょっと欲しかったかなと。なので結構スクリーンはその歌ってる人の顔のアップ、上半身でパッパッパッとくるんで、ライブで見てるのか、本当にそれこそライブなのか録画なのか YouTube なのか、もう区別がつかなくなるっていう感じがちょっとしたかなと。それかあえて言うなら、常にキャメラはメンバー9人撮ってるんですよ。あとはそのスイッチャーさんがはいはいはいリマ、はいマコ、はいアヤカってこう切り替えて、そしてパンパンパンでやってると思うんですけども、常にこの画面の上には歌ってる人を映して、で画面の下にはその他の8人のキャメラを入れてたら、その各自分の推してるメンバーが今どこにいるどんな格好してるっていう姿が見れていかったのかなというのがライブビューイングシステム。これはライブビューイングシステムなのか20の方のキャメラマンの関係なのか、そこがちょっと分かんないんですけど、そこを感じましたね。その歌ってない時の他のメンバーはどういう手振ってんのかとか、どういう振りしてんのかとか、そこら辺が見たかったなというのは、このライブビューイング初めて見たおじさんの感想でございました。ということでございますね。時刻も9時になるので帰ります。どっかで飯を食って帰ります。そして明日からは無職の一人のおじさんとして、仕事を探したいなと思っております。ということで、無職のおじさん初めてのライブビューイングを経験したでございました。もしこんな二重好きの、無職のおじさんに興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さんバイバイ。ねえねえねえ、明日もさ、そのリハーサルとかもあるわけじゃんか。ってなったらさ、またみんな同じやつやるのって一回写真撮ろうよ。みたいな。